暗草なりデビは間違いなく特殊な神だろう。知恵の神であり、真理を知り尽くす彼女だが、それらに自ら触れたことはない。彼女を知らぬ者は疑問を抱く。かような神がなぜ真の知恵を持つのかと。答えは夢の中にある。そして彼女は共に夢見る者を待っている。ずいぶん待ってたのよ。スラサタンな聖書に長くいたせいか、暗草なりデビは世の万物に旺盛な好奇心を抱いている。彼女は事細かな観察によりあらゆる状況に対応が可能だ。ナヒーダの通常攻撃は前方に最大4段の連続攻撃を行い草ダメージを与え、銃撃では一定のスタミナを消費し、短い詠唱をした後前方に草範囲ダメージを与える。元素スキルを1回押しすると自身を中心に草木の天爆を発動し草範囲ダメージを与え、命中した一定数の敵に運主印を付与する。長押しすると照準モードに入り範囲内の敵を選定する。なお本状態中は中断耐性がアップする。照準モードは一定時間継続でき、一定数の敵を選定可能だ。長押し終了時選定した敵に草ダメージを与え運主印を付与する。運主印状態の敵は一定距離で互いにリンクするようになる。運主印状態の敵に元素反応を起こす、または該当の敵が双幻覚によるダメージを受けると、ナヒーダは自身の攻撃力と元素熟知をもとに該当の敵及びリンクしている全ての相手に滅状3号を放ち草ダメージを与える。これは短時間内に1回のみ発動できる。天賦慶明円覚知論解放後、自身の元素熟知の一定値を超えた部分をもとに元素スキルの滅状3号による会心率とダメージがアップする。この方法によるアップ量には上限が存在する。傾聴や観察はナヒーダがこの世界を理解するための重要な手段だ。ナヒーダは元素スキルで一定範囲内の一部最終物をマークできる。また他の効果もあるかもしれない。これこそが知恵の伝道。元素爆発では無双の伝道を権限し、領域マヤの宮殿を展開する。領域展開時チームにいる特定の元素タイプに応じて効果を発動する。炎元素キャラがチームにいる場合、ナヒーダがマヤの宮殿にいると元素スキルの滅状3号によるダメージがアップする。雷元素キャラがチームにいる場合、ナヒーダがマヤの宮殿にいると元素スキルの滅状3号の発動間隔が短縮される。水元素キャラがチームにいる場合、マヤの宮殿の継続時間が延長する。領域展開時、前述した元素タイプのキャラがチームに2名以上いると対応する効果がさらにアップする。ナヒーダが待機中でも該当チームがマヤの宮殿内にいれば本効果を得られる。ナヒーダは知識の共有を惜しまないが、どれほど学べるかは学者の理解力次第だ。天賦上善少女迷論解放後、ナヒーダが元素爆発を放つとチームにいる元素熟知の最も高いキャラを参照し、その一定比率をもとにフィールド上の領域内キャラの元素熟知をアップする。この方法でアップできる量には上限が存在する。知恵の神は問答に長けた存在だ。彼女にとって戦闘もまた同じく敵は謎そのものであり、その対策が答えとなる。戦闘時、ナヒーダはまず元素スキルで敵の群れに運主印を付与しリンクさせる。そして仲間と元素反応を起こし、リンク状態の敵全員に持続的に滅状3号を放つのが主な戦闘手段だ。つる草がはびこるような構成で仲間と共に障害を排除するといい。元素エネルギーが溜まったら元素爆発を発動し、マヤの宮殿を展開する。
フィールドにいる全キャラクターの元素熟知をアップさせ、メンバーの元素タイプに応じてバフを提供する。自身の草ダメージを強化すると同時にチームをサポートし、敵を知恵の宮殿の中で弱滅させるといい。神の権能が凡人の目には不可思議に映るためか、人々はしばし神に対して過度な期待を寄せてしまう。多くの者は気づいていないが、魔人はテイバットの主催ではなく、この世の一種の生物に過ぎない。力の弱い神はたとえ人間を前にしてもそう優位に立てはしないのだ。そのような神にはこの俺でさえ言葉を選んでしまう。だがそれでいい。世界樹が存在する限り草木の神は生き続けるだろう。しかしテイワット大陸における世界樹の意義については、この世界の支配を受けない者に見つけてもらうとしよう。